F1 落語、危ないのに、すぐには直せねえ。世の中には、悪いと分かってても、すぐ直せないものがございます。古い家の雨漏り、役所の書類、親戚付き合い。F1 のレギュレーションも、どうやらその仲間らしい。師匠、2026年の新ルール、もう問題だらけなんですか？だらけとまでは言わねえ。だが、3戦走っただけで、こりゃ少し直した方がいいって話になってる。そんなに早くですか？早いとも。新しい車は電気を使え改正しろ。でも早く走れ。見栄えも悪くするなって注文が多すぎる。そのせいで走りながら節約、走りながら充電、走りながら我慢だ。なんだかスマホみたいですね。そうだ。F1 マシンがサーキュットを全開で走るんじゃなくて、バッテリー残り何%だって顔してる。でも、お客さんにはレースが面白くなったって話もあるんでしょう。そこが厄介なんだ。抜くち抜か熱が増えた。何周も争う。見た目は派手だ。だから、全部ダメだ。すぐ直せ。とも言いにくい。じゃあなんでドライバーは文句を言うんです？限界で攻めるはずの場所で、電気の都合を見なきゃならねえからだ。本来なら、遅くまでブレーキ、早く曲がって、早く踏む。それがレーサーだ。ところが今は、ここは少し流して電気をためろ。ここはアクセル抜け。ここは電気を使っちゃいけねえ区間だ。なんて言いながら走る。英語じゃリフト&コーストだの、0キロワットゾーンズだの、しゃらくせえ名前までついてる。そりゃ楽しくねえ。鈴鹿でもそうだったんですか？そうだ。あそこは本来、腕の見せ所だ。特に S 字なんざ、お前さんどこまで攻められるって聞いてくる場所だ。ところがそこでも、電気の都合が顔を出す。それじゃドライバーが文句を言うのもわかる。そういえば、フェルスタッペンまで何か言ってるとか。そこなんだ。あの暴れ馬のフェルスタッペンだぜ。4度もチャンピオン取った男が、もう運転が楽しくねえ。やめることも考えてるって言い出した。これが何を意味するかわかるかい？相当深刻ってことですか？深刻だ。ドライバーの中で一番車を言うこと聞かせてきた男だね。その男がつまらねえって言うんだから、こりゃもうだだこねてんじゃねえ。競技の中身が変わっちまってるって話だ。それにベアマンの事故もありましたしね。そこもだ。50G だぜ。背中から壁に叩きつけられて、膝ぶつけた。面白いか面白くねえかで済むうちはまだいい。だが 50G で人が飛ぶとなったら話が変わる。1台は電気を出してる。もう1台は改正してる。そうなると馬力差がドカンと500も開く。同じコースを走ってる2台で500馬力の差だ。これじゃ危ねえ。じゃあすぐルールを変えればいいじゃないですか。それができりゃ苦労しねえ。もう各チーム、今のルールに合わせて代金を突っ込んでる。しかもうまくやって得してるチームもある。そういう連中が、はいはい安全のためね、全部やり直し、と素直に言うわけがねえ。なるほど。勝ってる側は変えたくない。その通り。負けてる側は、危ない、直せ。勝ってる側は、いやいや全体としては面白い、と言い出す。世の中理屈は大体成績表に合わせて変わるもんだ。それで結局どうなるんです？大改正じゃなくて、小修正だろうな。改正の量だの、電気の使い方だの、そういう細けいところを少しずついじる。急に全部ひっくり返すと、金も揉め事も倍になる。でも、それで足りますかね？足りるかどうかはわからねえ。しかもな、今のルールが複雑になった理由ってのが、また情けねえ話でね。と言いますと、本当は長い直線の最初でドカンと電気を使い切るのが一番早い。ところがそうすると、直線の後半で車が何秒もじわじわ遅くなってく時間ができちまう。これを誰かが見て、見栄えが悪いって言い出したんだ。それで電気の抜き方にも上限をつけろって決めて、そこから枝分かれして、ああでもないこうでもないと、細かい規則が山ほどくっついた。じゃあ今の複雑さは元をたどれば見栄えのためですか？そういうこった。見栄えを気にして複雑にした。その複雑さが今安全まで脅かしてる。最初の一手が効いてんだよ。それは根が深いですね。
深いとも。だから今の F1 は安全は直したい。でも工業も壊したくない。しかも開発投資も無駄にしたくない。その3つを一度に抱えてる。そしてその板挟みは昨日今日始まったんじゃねえ。ルールを作ったその日にもう仕込まれてたのさ。難しいですね。だから、次のレースまでに何かしら手は入るかもしれねえ。だが、みんなが納得するほど大きくは変わらない。F1 ってのはな、速いだけじゃなく、揉めるのもまた速いんだ。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の BBC 記事は、なぜ2026年の新レギュレーションに問題が見え始めても、いきなり大きなルール変更にはなりにくいのかを、非常にわかりやすく説明しています。結論から言うと、関係者の多くが何かは直す必要があると思っていても、全体としては大改正ではなく、細かな修正にとどまる公算が大きいということです。まず、なぜ問題が出ているのか。焦点は2026年型パワーユニットのエネルギーマネジメントです。内燃機関と電力の50対50という新しい考え方は大胆ですが、実際には電力量の需要が大きい割にバッテリーが小さく、マシンは本質的にエネルギー不足に陥りやすい。そこでドライバーは予選でもレースでもアクセルを抜いて惰性で走るリフト&コーストや高速コーナーでの回生、電力を展開しない区間である 0kW ゾーンズなど、従来とは違う走り方を強いられています。これがドライバーからの強い不満につながっています。象徴的なのが、4度のチャンピオンであるマックス・フェルスタッペンが、もう車を運転するのが楽しくないと語り、競技からの引退さえ考えていると発言していることです。最もアグレッシブに車を操ってきたドライバーがこれを言うのは、単なるダダではなく、競技の中身そのものが変質している証拠だと受け止められています。ただし、一方でレース自体にはプラス面もあります。新しいオーバーテイクモードとブーストモードの運用によって、何周にもわたるバトルや順位の入れ替わりが増え、ファンからはおおむね好意的な反応も出ていると BBC は書いています。つまり、観客目線では面白さが増している部分もある。これが大きく戻しにくい一つの理由です。しかし、今は安全性が議論の中心に入ってきています。BBC 記事では、オリバー・ベアマンの鈴鹿での 50G クラッシュにも触れつつ、ある車が電力を展開し、別の車が回生している場合に、約 500bhp もの出力差が出うることを問題視しています。これは単なるドライビングの不満ではなく、競技として危険域に入りかねない話です。だから、変更の必要性そのものはかなり強く認識されています。それでも、大きく変えにくいのは3つ理由があります。第一に、もう各チームが今のルールに対応するために巨額の開発費を投じていること。第二に、すでにこのルールの中で優位を築いているチームがあること。第三に、ルールが複雑に絡み合っているため、一箇所直すと別のところにも影響が広がることです。そのため、BBC が例に挙げているスーパークリッピングの改正上限のように、細部の技術ルールを少しずつ見直す方向が現実的だと見られています。具体的には、現行で 250kW に制限されている前回時の改正上限を 350kW まで認めれば、エネルギー回収が早くなり、リフト&コーストの必要性を減らせる可能性があるという話です。ここで BBC 記事の後半にある非常に示唆的な指摘を紹介しておきたいと思います。そもそもなぜ現行ルールがこれほど複雑になったのかという問いです。記事によれば、これらのマシンにとって最速の走り方は、長い直線の冒頭で一気に最大電力を展開し、可能な限り早く最高速に到達することでした。ところがこの走り方をすると、最も長い直線では車が数秒にわたって徐々に減速していく時間が生まれてしまう。これがイメージ上の問題と受け止められて、電力削減速度の上限であるランプダウンレートが導入されました。
そして、エネルギーマネジメントをめぐる他のすべての細かい規定は、この最初の一つの決定から派生しているのだと、BBC は説明しています。つまり、今の安全性の問題の根っこには、見栄えが悪いという工業上の配慮のために技術ルールを複雑化させた最初の判断があるわけです。安全を直そうとすると、工業が崩れる、開発投資が揺らぐ、という今の板挟みは、偶然生じたものではなく、ルールの設計段階から埋め込まれていたということになります。一部の上層部は、この過剰に細かいエンジン管理の複雑さをある程度ほぐしていかなければ根本的な解決には至らないと考えていると BBC は伝えています。要点をまとめます。第1に、2026年ルールは開幕3戦で課題がはっきり見えてきた。第2に、ドライバーは走りの質の低下と安全面の両方を問題視しており、フェルスタッペンの引退発言はその深刻さを象徴している。第3に、一方でファンからはレースの面白さが増したという声もある。第4に、すでに開発投資と勢力差が生まれているため、大改正は難しい。第5に、今の複雑さは見栄えのために生まれた最初の一手から派生しており、板挟みはルールの設計段階から埋め込まれていた。第6に、そのため、次戦までに起こり得るのは、大きな交代ではなく、電力運用を中心とした細かな修正だということです。つまり、今回のポイントは、変える必要はある。でも、すぐ全部は変えられない。ここに尽きます。F1 はスポーツであると同時に、技術競争であり、工業であり、巨大投資の世界でもある。だから、安全性がかかっていても、ルール変更はどうしてもゆっくりになる、という話です。お後がよろしいようで。高評価、チャンネル登録、LINE での拡散、お待ちしております。どうぞ、よろしくお願いします。